どうも吉田です。安めのAndroidタブレットって安い代わりに質感が犠牲になってて、チープだったり、コスパを抜群に良くしようとして、逆に全部中途半端だったりするもんですが、今回レビューする、ブラックデュータブ13は、使い勝手、シェルの質感、金額、全部ちょうど良くて、2万円台の良い感じのタブレット欲しいな。って人には十分におすすめできる、バランスの良いタブレットでした。ではこんな感じで見ていきます。では開封しながらスペックを見ていきます。ブラックデューは、格安スマホと格安タブレットをメインで展開している、中国のメーカーで、通常の格安スマホの他にも、サーマルカメラ、ナイトビジョンが付いたスマホとか、高耐久性を備えたいわゆるタフネススマホとか、かなりニッチな用途のモデルも展開しています。面白そう。今回のブラックデュータブ13は10インチタブレットの最新モデルで、搭載されているソックはヘリオ G85、リドミノート9等に搭載されている、2020年のチップセットで、安いながらもゲームなそれなりに遊べるよう開発されたもの。合計で拡張して 10GB まで使用可能なラムや、ハイエンドタブレットによくある PC モードが搭載されているのが特徴的です。カラーはグレーとブルーの2式展開。イヤホンジャックは搭載されていないのに注意。では開封に戻ります。箱にもしっかりとお金をかけていて、しっかりとした頑丈な作りになっています。箱を開けると、ガラスフィルム、カバーケース付きの本体が現れます。どんどん取り出していきます。内容物はこちら、本体、カバーケース、ガラス保護フィルム、説明書、SIM 取り外し用のピン、充電器、USB-C ケーブル、とりあえず最初に保護フィルムを貼っちゃいます。保護フィルムケースが付いてくるのはお得感ありますね。若干失敗。最初からケースが装着された状態だったので、剥がして本体を見てみるとかなり素敵。金属素材のエッジが立っているフラットなデザインなので、かなり今っぽいし質感ビルドクオリティも非常に良い。また青のカラーリングも非常に良くて、シルバーにも見えるし、反射によって青っぽく見えてくる上品な色味。本体表面はベゼルの中にインカメラがあります。また背面の素材の切り替わりはボリュームボタン側の一部のみで、ほぼ全面金属板なのも好印象。ロゴや印字の凹凸もなく、サラサラしていて気持ち良い触り心地です。カメラは二眼で 1mm 程度出っ張っているのも今っぽいデザインではありますが、13MP と 0.3MP なのでまあ良い画質とは言いにくいかも。上側面には電源ボタンとボリュームボタン、下側面には外部キーボードとの接続用端子が見えています。右側面には電源端子とスピーカー、SIM マイクロ SD スロット、反対側にはスピーカーのみです。サイズ重量的には標準的な10インチタブレット、10.2 インチの iPad と比較すると、厚み以外はほぼ iPad よりも小さい寸法。重量は実測値で 474.8g ですが、ガラスフィルム込みの重量、ケース装着時だと 658.3g でした。画面は 1920×1200 ですが、個人的には十分な画質、輝度も十分、色味がおかしいなど感じることもなく、10.1 インチの大画面で、全周囲同じ幅のベゼルが回っていて統一感のあるデザインです。ベゼル幅は一番外側から 11mm 程度、iPad Pro とかが 9mm くらいらしいので、若干太めには感じます。サイズ重量的には標準的な10インチタブレットなので、特に使い勝手の悪さは感じません。独自にチューニングされたドケ OS もほぼス Android のような使い勝手ですし、多少の謎アプリプリインストールはあるものの、プレイストアも普通に使えるので特別違和感はありません。まず付属してきたカバーについてですが、こちらは本体側に TPU 素材の被せるカバーとして装着し、画面側にはいわゆる iPad のような折りたたんでタブレットスタンドにできるものです。サラサラとしていて触り心地よし、品質もそれなりに良くて、十分な感じではありますが、閉じた時にマグネットで固定されないのが地味に使い勝手が悪いです。もちろん開けるとスリープ解除になってスムーズに使うことはできますが、カバンに入れたり、別の場所にちょっと置いたりする際のカパカパする感じ、そしてカバーを背面に回して使う時も固定されないので、ちょっと減点。あとはスタンドとして置いた時の角度が微妙で、少し角度が低すぎるんですよね。シンプルにあまり見やすくないし、重心がかなり後ろに寄るので安定感もあまり良くない。けれどもまあ、それなりに高品質なカバー保護フィルムがデフォルトで付いてくる。ってだけである程度のお得感はあります。普通に別途購入すると2000、3000円くらいしますからね。PC モードはいわゆるタブレットを PC ライクに使えるようになるモード、通知バーから起動することができます。マルチウィンドウなどに対応して、複数のアプリを並列に使うのに役立ちます。本端末には SIM スロットの他に SIM-O に対応しています。SIM-O とは、仮想 SIM で、提携している地域のネットワークに接続できる通信サービスです。会員登録して課金すればそのままソフトバンクとかに繋がる、みたいな感じ。情報少なすぎて何なんっ
って思いましたが、公式 HP を見てみると本タブレットが画像として載っていたので、どうやらかなりオリジナリティあるサービスのようです。ベンチマークスコア的には格安タブレットによく使われているアニソック T618 と同程度の性能。性能はそこまで高くなく、ブラウジングや早くスワイプするとカクつくことがありますが、止まったり遅かったりするわけではないので、それほど不満にも感じません。普段軽い調べ物をしたり動画を見たりする分には特に問題なさそうです。もちろんマルチウィンドウも可能。ウィデバインが L3 なので、ネトフリプライム HD 画質再生負荷 SD 画質再生なら可能なことの方が、どちらかというと気になりますが、これに関しては格安タブレットでは仕方がないこと。この点が気になるけど安いタブレットが欲しいようであれば、Fire HD を買うしかないでしょう。ではゲームはどうでしょうかと思い色々試してみました。原神はデフォルトでは低画質設定でしたが、中画質で普通に処理落ちなしラグなしで普通に遊べる感じでした。マイクラのような軽いゲームも、Bluetooth コントローラーに接続して全く問題なく動作します。エミュでは PS2 の方がよく動き、GC の方が重いような印象でした。まあどちらにせよ快適に遊べるとは言いづらい感じなので、がっつりゲーム用途として使いたい方はもうワンランク上の端末を買った方が幸せになれそうです。あとこの端末基本的にバルカンよりもオペングエルの方がよく動きます。設定ではそのようにチューニングすると色々楽しめるかも。デイジジュのようなエミュレータフロントエンドを導入して、ゲーム専用機として使ってみるのも良いかもしれませんね。穴が2箇所のみのステレオスピーカーで音質は特別よくありません。が、まあそれは iPad のスピーカーに慣れているからであって、別に問題なほど悪いとは感じません。あと2箇所のみのスピーカーなので、カメラを下にして手に持ってゲームを遊ぶとスピーカーが完全に塞がらないのが、良いと言えば良いのかもしれません。正直全部ちょうどいいタブレットだなと感じました。2万円台と安めの金額で、それなりの性能、そして iPad Pro ライクなデザイン、質感やビルドクオリティが高いので、持っていてそれなりに満足感もあります。対応バンド数は少ないものの SIM も使えますし、もちろんマイクロ SD も使える。指紋認証はないけれど顔認証はあるし、PC モードや SIM オンなどといった独自機能もあります。コスパを最重要視するのであれば他にも選択肢がありますが、安っぽいのが嫌だな、とか、iPad っぽいの欲しいな、とか思っているようでしたら検討してみても良いかと。